お。どうも、クピオです。最近中古で購入したこの軽キャンピングカー、2シーターで常設ベッド、電子レンジありと、一人旅では最高のレイアウトで使い心地も良くてかなり気に入ってます。もうこのままノーマルのままで十分実用的なんですが、実際に車中旅していると改善したいポイント見つかりました。さらに使いやすい至高の軽キャンピングカーに DIY します。まずは簡単に車紹介します。ベース車はトヨタピクシス版ダイハツハイゼットクルーズターボの OEM です。走行距離7万キロの中古車を購入しました。購入の決め手は 4WD ターボ2シーターです。林営プロダクトというビルダーさんの車でマイクロバカンチェス2人旅という名前です。8ナンバーのキャンピングカーではなくて4ナンバーの軽バン登録です。なのでキャンピングカー仕様ですね。実際の旅で感じた改善したいポイントなんですけど、まずは断熱です。ベッドなどあってかなり快適なんですけど、この天井とかですね、このサイドは普通の軽バンそのままです。断熱ありませんので断熱まずしたいと思います。真冬の北海道東北で車中泊すると車内は氷点下、窓は結露でびっしょりでした。でこれから夏になってクーラーもつけますんで、暑さ対策の意味でも断熱は必要です。キッチンがないのでここに台を置いて、その上にコンロやIH などを置いて調理をしました。毎回出し入れ手間かかりますんで、もう常設でコンロなど設置したいと思います。料理関連で言うと換気扇がないんですよね。窓に換気扇をつけるか、このルーフですね、この辺にレンジフードみたいなのつけたら使い勝手良さそうです。ここに大容量の冷蔵庫あります。でかなりいいんですけど、ちょっとね大きすぎるかなと思いました。40リッターあります。でちょっとこの上からですね見れないんで取りにくさもありました。なのでもうちょっとちっちゃいやつに変えてスペースを有効活用します。もうこの辺とかもなんかひび入っちゃってますね。で軽なので収納がかなり少ないです。ベッドの下も収納あるんですけど、結構これ取り出しにくいんで、すぐ取り出せる収納を作ります。今あるのがここなんですよね。すごい少ないスペースです。ここにキッチン作りますんで、その下ですね収納にしたいと思います。スライドレールとか取り付けて引いて使いやすいように作ります。このソファーの下にサブバッテリーが入っています。鉛バッテリー 100A が2台です。こちらリチウムに変えます。純正の助手席なんですけど、こんな感じでペタンとフラットになりません。ヤフーオークションで助手席がフラットになる椅子も買ってます。こちらも取り付けます。以上が改善したいポイントになります。DIY の工程の流れなんですけど、まずは断熱ですね。この家具とかソファ全部外して、で天井からやっていきます。で下とかサイドはちょっと中見ながら考えていきます。その次はこの家具ですね。ここにキッチン作ります。こちらもヤフーオークションで買ったんですけど、1枚2、3000円で売ってたんで、こういった1枚板買いました。こちらを取り付けていきます。収納用のスライドレールも買ってます。冷蔵庫はこちら12リッターの車載冷蔵庫取り付けます。かなり小さいんですけど、もう一人なんでこれでいけると思います。換気扇用のファンなんですけど、今回いろいろ買いました。キャンピングカー用のファンや Amazon などでよく見かけるファンですね。卓上レンジフードっぽい換気扇、試してみたいものいくつか買いました。この中から一番ベストなものを使用します。家具取り付けた後にバッテリー関係も取り付けます。今回この超小型の 100Ah の Bluetooth 内蔵リチウムバッテリー、こちらを6台取り付けます。かなり小さくなりました。この辺はまたバッテリー取り付けるときに詳しく説明します。運転席の下にバッテリーに充電するオルタネーターがあるんですけど、そちらを強化オルタネーターに変えます。まだ商品届いてないんですけど、間もなく届く予定です。その他ですね、400W のソーラーパネルや遮熱塗料ですね、断熱塗料など試してみたいと思ってます。もうやりたいことたくさんあります。全部やってしまって自分の理想の軽キャンピングカーに作り上げていきます。それでは早速断熱から DIY していきます。この天井を断熱するには一旦この辺の家具も全部外さないといけません。どうせなんでこのベッドとかも一旦外してみます。どうやって家具が車に固定されているのかとか、その辺知りたかったんで勉強がてらに解体していきます。肝心の断熱の商品なんですけど、今回こちら使えます。いろいろ調べてたらこの組み合わせがかなり効果ありそうでした。まずはこのメタルシート
使います。天井を剥がして、この鉄板のすぐ中ですね、1層目がメタルシートになります。このメタルシートの構造なんですけど、まずはアルミですね。で、中に断熱あります。空気層がありますね。で、もう一回アルミという感じで、アルミのシートで空気層の断熱を挟んでます。で、こちらは Amazon で買っていた断熱なんですけど、こちらは表面がアルミで、中に断熱空気層ですね。そして次、中はね、このアルミシートはなくて粘着になっています。なのでこのメタルシートの方が断熱効果は高いと思います。ただメタルシートはくっつかないので、こちらのスプレーのり、こちらを車に吹きかけて、そしてメタルシートを貼っていきます。で、貼り付ける際のこの圧着するやつですね。ローラーみたいなのも買いました。その次の層ですね。こちらの断熱材を取り付けます。パーフェクトバリアです。こちらは断熱効果高いんですけど、グラスウールのようにチクチクしなくて軽量で燃えにくいそうです。そして最後の層、この薄い遮熱のアルミシートを貼って内張りを戻します。という感じの断熱にしようと思ってるんですけど、いろいろ調べてこれを選んだわけなんですが、心配なのが厚みですよね。あれ、全部入るんでしょうか。内割れ剥がしてから隙間ちょっと見たいと思います。では早速出せるものから出していきます。まずはテーブル、こちらもう簡単に抜けます。カーテンも全部外していきます。前のカーテンレールはこんな感じでボディに直接ではなくて、この内装にこういった留め具ですね、挟んでここにビスを折っています。こんな感じでぐるっと半周しています。ただのカーテンなんですけど、ビスの長さや留め方など長年培ってきたビルダーさんのノウハウが詰め込まれています。次なんですけど、これ天井の内張り剥がすにはもうこのサイドやこの家具ですね、取らないと剥がせません。なのでもう一旦家具を全部取り外します。で、気になるのがこの家具ですよね。かなり強度あります。こっち側も全然びくともしません。どうやってボディに固定しているのか、これ解体しながら勉強していきます。はい、ここの家具のネジはなんかちょっと見えるんですけど、この中の鉄板ですね、ここに直接穴開けてビス打ちしてるっぽいです。こんな感じで強度の必要なところはもう直接ボディに穴開けてるんですね。では反対側のこのメインの家具取り外していきます。まずは電子レンジから。ほう、こんな感じか。この電子レンジの固定はベルト、ここにフックがあって2箇所止めていて、あとはこの L 字金具ですね。これで家具にしっかり固定されていました。AC コンセントは電子レンジの裏、なんとこれすっぽり開いてました。で、その裏にこの AC コンセント来ています。これインバーターから延長されています。とりあえず電子レンジ外れたんですけど、この車体への家具の固定方法ですね。これがパッと見渡す限りではネジとか全然見つかりません。なのでもう外せるもん外していきます。家具のこの中に40リッターのエンゲルの冷蔵庫内蔵されています。これのコンプレッサー、この下じゃなくてこちらの横だったんですね。こちらも取っていきます。はい、家具を外してみて分かったことがたくさんありました。まずこちらの家具の固定方法なんですけど、これなんと床だけでした。この足元に全部ネジでビス打ちしています。
で、この横ですね。車には穴開けたりしてませんでした。この一番リアの縦のこの曲がってるキーなんですけど、これの足元に固定されていました。で、この2つ目ですね。ここの縦の家具も固定されています。で、こちらにボックスみたいなのあったんですけど、そちらにも複数固定されていました。で、こう縦に伸びてきた家具ですね。ここに1箇所ですね、内張りに天井固定されています。なので、こちらの家具は床へのビス止めで固定されていました。この天井は内張りに1箇所だけなんで、あんまり固定としては弱いと思います。そしてボディなんですけど、こちら本当はプラスチックの内張りがあります。反対側は純正のままです。こんな感じのプラスチックの内張りがあります。これがありません。こちら家具ある方は何もありません。鉄板なんですけど、1枚ですね、ちょっと薄めの布みたいな断熱シートみたいなのが貼られてます。これは結露対策ですかね。少し断熱効果もありそうです。ただ結構ひんやりしています。これ傘がね、この分プラスチックの内張りがない分、こっち側に家具をベタ付けできるように外されていました。こちらリアもプラスチックの内張り剥がされています。こちらが反対側で純正のプラスチックの内張りです。こういった感じでビルダーさんはいろんな工夫されているんですね。僕たちはキャンピングカー買って普通に車中泊してるだけではもう絶対わからないような工夫がたくさんされています。そしてこのエンゲルの冷蔵庫なんですけど、取り出せませんでした。というのもコンプレッサーつながっている配線があります。こちらはもう切れないんで、この家具を取り外さないと冷蔵庫は取り出せません。それでは引き続き外せるものは外していきます。ここでようやく冷蔵庫が外れました。で、撤去します。はい、これで車の左の家具全部外しました。こんな感じですね。もうなんかこのままでも良さそうな感じですね。ここに1枚のテーブルを置けば十分車中泊できます。で、床なんですけど、もうすごいこの曲線に合わせてぴったり沿わしてくれています。もう1ミリの隙間もありません。この辺やっぱりリンエイさんすごいですね。こういうのをかたどって自分で作ろうと思うとかなり技術と時間がかかります。なのでキャンピングカー仕様を購入するという選択肢はやはり間違ってなかったなと思います。さあ、そして新たにもう一つ内装で分かったことがあります。このカーテンなんですけど、ここの内装のこのカバーに直接止まっていたんですけど、どうやって止まってるんかなと思っていたら、なんかですね、こういったプレートがありました。なんかポロッと押してきたんですけど、この裏側ですね、こちらにプレートがあって、そしてこのネジを回すと閉まっていく感じですね。で、この内装の内張りが挟まれる状態です。こういった感じで固定されていました。カーテンは全てこんな感じで止まっているようです。なのでカーテンあった場所ですね、この辺とか全部内装のこの裏側に小さいプレートがあるということになります。なのでこれ取るときになくさないようにしないといけないですね。天井するだけならもうこの内張り剥がしてできるんですけど、もうせっかくなんでこのサイドとかですね、一回開けてどうなってるか見てみます。で、隙間ありそうだったらこのサイドも断熱します。で、この床ですね、ここも開けてみて隙間があれば断熱してみます。次はこちら右側ですね、ベッドの方を外していきます。はい、ソファーベッドの方の家具はすぐに取り外せました。これでもう取れます。また新たに発見したすごくいいなと思った機能ありました。このサブバッテリー、鉛バッテリー2つ入ってるんですけど、こちらのボックスがなんと折りたためます。ここにですね、フックみたいなのあって、これを解除します。そうすると、なんともうこのまま上に上がります。これすごいですね。こんな感じでこっち側に収納できます。で、こんな感じでメンテもしやすくなるし、で、ここにですね、運転席の後ろになりますんで、こっち側のメンテもしやすくなります。このサブバッテリーのケーブルの剥がし方ですね、インバーターとかつながってるんですけど、それの接続のケーブルの剥がし方もここのボックスに貼り付けたりとかしての設置はしなくて、この箱の下からケーブル出ていますね、接続されています。なのでこんな感じで簡単に箱を取り外すことができます。いやー、すごいですね。いろんなギミックがあります。それではもうサブバッテリーも取っておきます。で、ここにスイッチがあります。
これでオンオフできるんですけど、こちらですね、メインのバッテリーからこちらサブバッテリーに走行充電用のケーブルがつながってるんですけど、それを切り離すスイッチになります。あとはこれですね、これは多分ソーラーパネルの切り離すスイッチだと思います。これも切っときます。なので通常はメインバッテリーのマイナス端子外してからサブバッテリーも外すんですけど、もうこちらこのまま外していきます。マイナス外してからプラスも外していきます。インバータ取れました。こちらは 2000W という超大型のインバータです。DC のサブバッテリーから AC に変換します。この軽キャンピングカーは電子レンジ搭載されてますんで、大型キャンピングカークラスの大容量インバーターが付いておりました。床かなりスッキリしました。このリアの板張りの下なんですけど、ここほとんど隙間ありませんね。これもうなんかビス止めじゃなくてくっついてます。多分接着剤ですね。なんでここはもう断熱入れません。この木自体が断熱の効果ありますんで、鉄板むき出しよりかは断熱性能が上だと思います。ここの入り口のところですね、元セカンドシートがあった足元なんですけど、ここは断熱入れます。で、この下ですね、このリアの板の下、ここは隙間あるところだけ断熱入れます。ここ鉄板むき出しなんで結構寒いですよね。で、こんな薄い1枚だけのシートなんで、かなり冷気伝わってきました。で、ちょっと面白いものを見つけました。ここなんですけど、なんと車載のタイヤ交換のジャッキアップがあります。こんなところにあったんですね。もともとはここにこういったプラスチックのカバーがありました。これを取って、で、ここバッテリーの板とかありました。で、その奥にあります。これはなかなか気づきません。次は天井の前の方、オーバーヘッドコンソールを外して、でサイドの内張りも外していきます。それではまず A ピラーから外していきます。お、取れた。これでサイドの内張りも剥がしました。なのであとは天井のこういった内張りですね。あとは照明とか外していきます。天井なんですけど、こういったなんか点検口みたいなのが4箇所ぐらいあります。これ何なんでしょうか。開けてみます。はい、オープンします。あ、なんかボルトが見えますね。 M8 ぐらいのボルトが見えます。あ、なるほど、そういうことなんですね。このマイクロバカンチェスソーラーパネル合成タイプがこの天井に直付けになってます。結構重いんでどうやってつけてるんかと思ってたんですけど、こんな感じでこの下からボルトで留めてたんですね。4箇所あります。これ大体 100W ぐらいなんですけど、将来的に 400W のソーラーパネルつけようと思ってます。なのでこれ取るかもしれません。合成タイプなんで、この下に隙間があって夏でもソーラーパネルの熱が車内に伝わりにくいんで、かなり魅力的な取り付け方なんですけど、天井断熱しちゃうと中から取れなくなっちゃうんで、この機会に取っておきます。あとはもう照明外したら天井の内張り剥がせます。はい、この照明はこの LED ライト外すとここにネジが現れました。これ外したら取れそうですね。照明も取れました。あとはもう内張り、ここですね。ここと前の内張りを取れば外れます。で、軽くめくってみると、この辺にですね、サービスホールっていうんですかね、ユニティナットを入れる穴があります。調べたら M6 サイズでした。このリア2箇所と、あとは取っ手のところですね。あそこも収納に使えそうです。あとはスイッチ類やバッテリーなどのメーターディスプレイなども設置しても良さそうです。で、天井の内張り取る前にこの穴の位置だけ印つけておきます。はい、それでは天井の内張り剥がします。はい、今このリアの方はもう上全部外れている状態です。で、この棒ですね、支える棒、こちら用意しました。1人なんで今回これと
カメラの三脚、こちらも押さえるのに使えます。はい、じゃあ最後の内張り外しました。おお、こんな感じになってるんですね。そら寒いわけです。鉄板むき出しなんで夏は暑そうです。で、薄いね断熱だけ少しあります。で、ここに木があてがってます。これは接着剤でついてますね。ここに照明器具がついていました。で、電装系なんですけど、ここの屋根ぐらいからここですね、穴があります。ここですね。で、その穴、ここ通って、このリアのサイドですね、ここ通って電装関係に行っています。で、反対側も一つ穴があって、この間通って、この床の下通って電装関係に行っています。で、この天井の梁と天井の間、この間がね、こっち側は隙間結構あるんですけど、ここはもうほとんどありません。1ミリもないかもしれません。この薄い断熱も押し付けられてなんとかくっついています。なので予定したこのメタルシートとパーフェクトバリア断熱厳しそうですね。一回ですね、後で取って当てがってみていけるかチェックします。無理だったらこの間だけ針をつけて断熱します。天井は鉄板一枚なんで雨もうるさいし断熱もないはずですね。これ屋根の上からなんですけど、断熱する前に一回音取っておきます。やはりこの薄い断熱1枚ではよく響きます。雨もよく聞こえるし、断熱効果も薄いのでどう変わるのか楽しみです。では天井断熱していきますんで、まずはこの薄い断熱材と天井のケーブルなど外していきます。針と上にあった薄い断熱取れました。天井にソーラーパネルからのケーブル、結構太めのやつが出ていて、下までつながっています。照明などはこんな感じでギボシ端子で接続されてましたんで、取り外しも取り付けも容易です。電子レンジなどの AC コンセント、インバーターから接続されているのがここに隠されていました。もうこの辺はそのまま使えますんで置いておきます。で、ここにソーラーパネルのボルト、ソーラーパネルが直付けで付けられています。この取り付け方かなり魅力的なんですけど、容量は多分 150W とか少ないんで、もう取り外しておきます。ここも断熱で隠れますんで、一旦断熱材つけるともう取るの至難の技になっちゃいます。無事取れました。ソーラーパネル取った後の屋根なんですけど、こんな感じで MC4 コネクタのソーラーケーブルがここ穴開いていて出ています。なんでこれ次のソーラーパネルそのまま使えます。で、問題のボルトで留めていた穴なんですけど、もう中が見えています。はい、じゃあパーツクリーナーできれいにして、でこちら Amazon で購入したメタルプレート、これを中からと外から両方貼ります。で、このコーキングで水の侵入を防ぎます。じゃあこの周りにコーキングします。これで雨は防げると思います。で、この上にまたラック乗せてソーラーパネルつきますんで、雨は入ってこないと思います。一旦これ借りていって、また全塗装したいと思いますんで、その時にしっかりパテで埋めます。じゃあ天井に断熱貼る前に、まずはこのシリコン符で汚れを落としておきます。まずはこのメタルシートから貼っていきます。メタルシートはこのアルミとアルミで間に断熱が入っています。気泡が結構入っています。で、これ粘着しないんで、このスプレーのり使います。で、ハサミとこういったカッターでカットして、でこれでローラーで貼り付けます。今回使用した断熱のアイテムは概要欄にリンク貼っておきます。で、メタルシートの次にこのパーフェクトバリア断熱も貼ります。これがいけるかどうかですね。ガッて圧縮したら結構ちっちゃくなりますが、一回針を設置した状態でも挟めるか試してみます。断熱材パーフェクトバリアは性能もそうなんですが、この設置しやすいんですよね。もう手でこんな感じでちぎれます。で、表と裏があるようです。
こっち側はふわふわ、結構毛が飛び散ってる感じですね。でこっち側はそんなに飛び散ってません。こっち側に糊を貼るようです。でもう一つ断熱材でよく使われるのがグラスウールなんですけど、そちらは結構チクチクします。こっち側は全然チクチクしません。本当に赤ちゃんの肌に当ててもいけるぐらいのレベルらしいです。で天井とか壁とかいろんなところに設置するときに水分を含まないそうです。なので水分の重さで落ちることが少ないそうです。この組み合わせ、今回自分も初めて使うんで、どのぐらい断熱性能が上がるのか楽しみです。じゃあまず一旦当てがってみます。ここにメタルシートが来て、で断熱材って感じですね。でこの針を設置すると本当に隙間がなくなります。これで設置できるかですね。はい、今この2つ当てがってみましたが、やっぱり無理でした。はまりませんでした。でこのパーフェクトバリア抜いてメタルシート1枚でしたらいけましたんで、まずはメタルシート全部貼って、で針をつけてその間にパーフェクトバリア貼っていきます。はい、じゃあメタルシートをカットしていきます。これなんかねラインが入っているんで、もうフリーハンドでカットできました。まっすぐ切れます。こんな感じで横に貼っていきます。で隙間空いたところはまた細かくカットして貼っていきます。スプレーのり初めて使います。使い方見たら20センチぐらい離して薄く均一にスプレーしてください。スプレー後30秒以上1分以内、片面塗布の場合は貼り付けてください。両面塗布の場合は5分以内に貼り合わせてください。片面より両面の方が高い接着剤を得ることができます。じゃあ両面でいきます。じゃあ先天井塗っていきます。お、こんな感じか。なんかこれスピード勝負ですね。ちょっと浮いちゃいました。ローラーで押していきます。はい、なんとか出ました。ちょっと初めてだったのでうまくいかなかったんですが、いけてますかね。ちょっと浮いてるとこあるんですけど、これまたスプレーのりして押しときます。この辺でスプレーのりするとこのシートにかかっちゃうんで、ちゃんとスペース作ってから作業した方がいいですね。メタルシート貼り終えました。でこんな感じで隙間はこのアルミテープ貼っときました。なんかもうこれだけで断熱効果ありそうな気がします。ではこの針戻しときます。針取り付け終わったんですけど、トラブル発生しました。もう対処し終わって終わったところなんですけど、ちょっと撮れてませんでした。動画一番前の針確認した時にメタルシートあっても設置できたんですけど、この2個目3個目4個目なんですけど、これ確認してませんでした。なんとメタルシートありだったら入りませんでした。なんでもうここしょうがないんでカットして取ってアルミシートで間塞ぎました。やはり見た目でギチギチだったんで無理でしたね。もうこんな感じで全て処理を終えてます。次はいよいよこのメインの断熱材ですね。この針と針の間に入れていきます。カットは今回このロータリーカッター使用してみます。軽く転がしただけなんですけど、だいたい切れてますね。じゃあ一旦合わせて、出っ張ってるところとかまたカットしていきます。一人だと手足りないんで、これで支えていきます。一度合わせてみると、結構このパーフェクトバリアが押すと縮むんで、この天井の針ですね、これより下に出ません。なんで内装天井内張り戻しても大丈夫だと思います。こんな感じで加工しやすいの魅力ですね。さあいよいよ貼っていきます。5分以内っていうのが結構焦りますね。このスプレーのりパーフェクトバリアによくくっつきます。このメタルシートは貼ってもたまに落ちる時あったんですけど、パーフェクトバリアはかなりくっつきがいいです。でこういった隙間ですね、ここもこんな感じでもう詰めときます。この辺の裏の隙間とかもすごい加工しやすいですね。こんな感じで詰めていくだけで断熱できます。天井にパーフェクトバリア断熱貼り終えました。こんな感じで木とかあるところは貼れなかったんでカットして貼っていきました。結構木張りなんですけど、ハサミでも切れるし手でもちぎれるんですごいやりやすかったです。
で、スプレーのり1本だけだったんで、結構使ってしまってもうなくなってきたんで、この両面テープ AS クロスっていう結構強力な両面テープを貼っていきました。屋根の音鳴らしてみます。あ、結構変わりましたね。では同じ場所、同じマイクでやってみます。やっぱり全然屋根が響かなくなって閉まった音になっています。制振材貼ってなかったんですけど、この断熱材だけで十分音が閉まりました。これは雨音軽減や走行時のノイズも軽減されると思います。次なんですけど、このサイド結構隙間空いてます。でここも断熱できますんで、できる分だけやっていきます。こんな感じで適当に詰めていってるんですけど、この下とかすごい空洞ありますね。なんかもう永遠に手が入ります。で詰めれるところはこのパーフェクトバリアどんどん押し込んでいきます。詰めれるとこは詰めていきました。こんな上のとこですね。ここも詰めれる分だけ押し込んできました。はい、こっち側のサイドも結構隙間ありますんで、埋めれる分は埋めておきます。反対側も断熱完了しました。次はこの床もパパッと断熱やっちゃいます。結構車中泊してるとここ冷気きました。寒かったです。で、あんまり厚みあるもの入れないんで、このメタルシート仕込んでいきます。作業しやすいように助手席外しておきます。助手席後ろの内張り外して、このボルト外したら取れます。はい、こっちも OK ですね。はい、取れました。もう地面丸見えです。で、これなんとですね、断熱入っていました。結構分厚いですね。この下も断熱入っていました。このベース車両のトヨタピクシス版はダイハツハイゼットカーゴクルスターボの OEM です。ハイゼットカーゴの上位モデルになりますんで、内装の内張りがあったり、こういった断熱材がありました。もうせっかくなんで、もうメタルシート下に敷いちゃいます。ちなみにこのテーブルの台座なんですけど、マイクロバカンチステーブルが動いて結構便利だったんですけど、この台座がここのナットは取れたんですけど、こっちが取れませんでした。下にボルトナットがあるんですけど、潜ってみても取るのが至難の場所でした。なのでこちらをつけたまま断熱していきます。運転席、助手席周りはこういったちょっとくっつきにくいところ多いんで、Amazon の断熱シート、これシールタイプになってますんで、こちらも使っていきます。夢中で作業していたら完成しました。一面銀マット貼りました。で、ここがエンジンルームなんですけど、夏結構熱が上がってきます。で、ここも断熱します。で、助手席はこの新しい助手席ですね。ちょっと見えないですけど、フラットなタイプの助手席を買いました。こちらに付け替えます。ここで問題発生しました。これ助手席なんですけど、こちらがもともと純正の助手席で、こちら側が新しく買ったフラットになる助手席です。断熱する前に一応合うかチェックしたんですけど、なんと合いませんでした。このシートのレールの長さが違いました。これ純正の長さなんですけど、こっからここまでなんですけど、こっち側がフラットになるタイプで、こっからここまででちょっと長いんですね。なのでポン付けできませんでした。で、シートレール外して移植しようかと思っていろいろ YouTube など調べていたんですけど、取り外してる動画が見つからなくて自分でもやっていましたが難しそうなんで、もう純正シートを断熱してとりあえず使っていきます。はい、これで助手席、運転席、足元周りの断熱遮音が完了しました。これ高速道路のロードノイズ軽減や車内に響くエンジン音かなり軽減されていると思います。これで高速道路旅行くのか楽しみです。早速あさって高速道路に乗りますんで、どう変わったのか体験したいと思います。これで床断熱がほぼ終わりました。あとはこのリアの板の下の断熱なんですけど、これネジとかで取り外せたらいいんですけど、ボンドでついてるんで取れないんですよね。
しかもこの下、ここ空間あるんですけど、これは配線を通します。なので断熱がしにくいです。少しだけこの隙間があります。結構奥まで行ってます。こんな感じで。で、ここにですね、パーフェクトバリア詰めるだけ詰めときます。全部の隙間にパーフェクトバリア詰めました。次はリアゲートなんですけど、ここも断熱しておきます。これは断熱しがいありますね。かなり空洞になってます。またメタルシートとパーフェクトバリアで間埋めていきます。で、ここなんですけど、リアゲートの鍵になります。これ自動でロックがかかります。で、これを下に下げると、ちょっと一回やってみます。これを押すと、こんな感じで中から開けられます。なので内張りとここカットしておいたら指でこうやって上げれるみたいなんで、それもやっておきます。これで開くでしょうか。開いた。力ちょっといるんですけど、中からこれで開けられます。はい。じゃあ脱脂してから貼っていきます。で、こういったリアゲートやドアなんですけど、下に光見えてるんですけど、これ水抜き穴あります。雨が侵入した時に抜ける穴になってます。なので、あまり詰め込みすぎると水の流れが悪くなりますんで、少し隙間開けてほどほどにしておきます。そしてパーフェクトバリアは水含まないんで、こういった場所の断熱も向いてますね。はい、パーフェクトバリアも全て埋めました。で、こんな感じで、ここのロックのところですね、ここだけもう埋めないようにしました。で、この上、パーフェクトバリア置いてるんですけど、ずれないように、こうやってアルミテープで一応ずれ防止しています。で、この内張りを貼るときに、アルミシート、こういった100均で売っている薄いアルミシート、こちらも結構断熱効果ありますんで、内張り貼っときます。さあ、そしてこの指でロック解除しますんで、ここ内張り、大体のところに印つけて穴開けときます。はい、これで指届きます。あ、いけますね。いけます。はい、これでバックドア完成しました。ちょっと木の板を丸く切り取ってネジで留めました。こんな感じで開けて、押して、開きます。それでは、いよいよ最後の工程、この天井の内張りを戻します。で、その時にですね、最後の断熱、この薄いアルミシート、こちらも巻いていきます。そして車内を明るくしてるので、照明追加しておきます。こちら Amazon で購入したスポット照明です。これすごい軽いんで、内張りに直接ビス止めします。スポットライトつける位置なんですけど、もうここがいいかなっていうのをあらかじめ決めておきました。ガムテープで貼っています。ではまずアルミシート貼ってから、その後照明取り付けます。はい、内張りにアルミシート貼り付け終わりました。なんかすごいギラギラして目が痛いです。あとはこのダウンライトを取り付けて内張りを車内に戻します。このダウンライトは中開けれて、で、こんな感じでビス止めする穴が開いてます。裏面なんですけど、こんな感じでワッシャーとナットで取り付けています。ダウンライト全て取り付けました。ちょっとこんな感じで6箇所普遍的なんですけど、自分なりに家具とかを配置考えて効率的に車内全体明るくなるように配置しました。それでは内張りを天井に戻します。一旦下に配置して、ね、配線だけしてからグッて上に上げてはめ込みます。
脚立と三脚の足でいけました。では一旦照明の配線していきます。この配線は元からあった照明スポットライトですね。それなんですけど、こんな感じでギボシ端子の接続です。これは助かりますね。こんな感じで簡単に外してつけたりできます。でこちら側は新しくつけたダウンライトですね。先ほどつけたタイプの照明の配線になります。こんな感じでアダプターがあってここに挿していきます。この高さで接続できるボンは接続しました。この撮影用の三脚が2本助かりました。ヘッドレストにクッションを重ねて支えにしました。内張り止めているこの内張り止めのクリップ何回しか止めたんですけど、すごい硬かったです。一個一個はすごい柔らかいパーフェクトバリア断熱なんですけど、こんだけ束になるとすごく強くなります。これがすごい役に立ちました。ここレバー握るとこんな感じでちょっとずつ上がっていくんですね。なんでこんな感じで穴を確認しながらフリーハンドでいけます。はい、無事天井の内張り戻すことができました。あとはサイドパネル、こういったピラーの内張りですね。こちらも戻していきます。せっかくなんでこのピラーの内張り、ここにですね断熱貼ってみます。厚めに閉まらない可能性あるんですけど、一度やってみます。さあ入るでしょうか。いけますね。入りました。では後ろのピラーやリアのサイドなども同じようにメタルシートで断熱しておきます。内装とカーテンレール戻して断熱終わりました。こうやって見ると最初と変わらない地味な作業でしたが、いろいろ車のパーツなど知れてよかったです。すごい数のパーツで成り立っているのがよくわかりました。最初から断熱されているキャンピングカーが高い理由がわかりますね。地味な作業ですが時間かかります。もうカーテンレールも取り付けました。フロントのカーテンはもともとここなんですけど、新たに追加で付けました。運転席助手席のサイドもこうやって付けました。手で曲げられる日中のスリムレールというカーテンレールです。またリンクなど概要欄貼っておきます。断熱して実際にどのぐらい変わったのか楽しみです。暑さ寒さに対しての断熱はもちろんなんですが、走行中の静粛性も上がっていたら嬉しいです。今日晴れてますんで、このまま外に出してみて他の車と比較して車内温度検証します。マイクロバカンジェス N 版 K キャブコンとこの3台で比較してみます。ちょっと今日はずっと晴れてるわけじゃなくて雲があるんで晴れたり曇ったりですが、この条件で検証します。温度計も全部一緒じゃないんですけど、だいたい1度以内の誤差の範囲なんで、これで計測してみます。ちょうどお昼時なんで太陽は真上からです。でもシェードとカーテンはなしの条件でいきます。外気温はインディの壁に設置しておきます。はい、お昼ご飯食べてきました。もう太陽の光ガンガン当たっています。まずはインディから見てみます。はい、中 29.3 度ですね。外気温は 34.2 度です。次 N 版行ってみます。31.7 度。やっぱちょっと中暑いですね。じゃあマイクロバカンチェス行ってみます。28.8 度です。結果的にマイクロバカンチェスが 28.8 度と一番低かったですね。その次がインディ727の 29.3 度で、その次が N 版最後ですね。31.7 度。やっぱり N 版はぶわっとドアを開けると暑い感じがしました。季節的にまだ暑くなくて、外気温が 34.2 度、直射日光当たっている状態です。もっと暑くなってから再検証したいと思います。とりあえず一定の効果はあることが分かりました。やってよかったです。これマイクロバカンチェスなんですけど、今天井触ってもそんなに熱くないですね。
一方 L 版なんですけど、やっぱりあったかくなっています。一定の効果があって安心しました。あとは窓とかカーテンなどで断熱すれば、夏場もポータブルクーラー使用すれば車内は冷えそうな気がします。この辺もまた検証します。走行中の静粛性なども DIY すべて終わってから別で動画撮ります。次の DIY は電気の DIY します。リチウムバッテリー超大容量 600Ah を搭載します。少し前では考えられないぐらい大容量になりました。最新技術はすごいですね。こんなにコンパクトになりました。こちらのベッドですね。ここの下に電装系を取り付ける予定です。それでは早速取り掛かります。またこちらの様子も動画で配信しますので、ぜひチェックよろしくお願いします。